さてパーティーの準備を始めるよ。さっきさ外歩いてたらカワセミがいてさびっくりしちゃった。カワセミって全然その辺にいるんだね。ローストビーフのお肉2000円したぜ。ビビったわ。まあパーティーなんでね。ローストビーフはいつも昨日何食べたのレシピで作ってんだけどめっちゃ簡単で美味しいから最高だよ。正確にはローストしないローストビーフっていうレシピなんだけど、ようやく明日からアズーが冬休みなので今日パーティーしようってなって今日しますよし、みちみち。ちょっと抵抗あるけど入るぐらいがちょうどいいって言ってたね。今一人でペラペラ喋ってたのに録画ボタン押してなかった。今バーニャカウダの蒸し野菜を切ってます。分厚い方が美味しそうだよね。ねえ、2025年マジでいい年だったんだけどどうしよう。すごい気持ちがすっきりしたいい年だった。株ってどう切るっけ。私もなんだかんだ主婦して2年経っちゃう。どうしよう。何も上達した気がしない。いやそんなことはないか。なんかさ料理で大事なことって味付けじゃなくて食感だなって思ったんだよね。そう、例えばカブとかさ火を通しすぎるとマジで美味しくなくなる。あんまり火を入れすぎないことが大事。味付けなんて正味さ薄かったらさ本人がなんか塩コショウなりなんなりさすりゃいい話で、食感はさ取り戻せないわけよ。カブ多いなちょっと様子見て余ったら味噌汁にでも入れよう。っていうか私が多分食において食感が大事なんだと思う。最近さ鹿児島で買った豚足を食べたんだけど食べたことある？私あんまりでアズーは好きだったんだけどなんかぬぽーっとした食感がなんかねやっぱダメだったな。よし、野菜のカット終わり。バーニャカウダのソースはこの鹿児島で買ったきびなごのバーニャカウダソースを使ってみる。きびなごのバーニャカウダって想像できなくない？めっちゃ楽しみ。今年鹿児島行けてよかった。本当に正直行く前はちょっと憂鬱だったんだよね。なんでかっていうとさ去年結構家族問題で苦しんだ記憶があって、多分去年の2024年の年末の最後の動画とか今年は辛かったみたいなこと言ってる気がすんだけどさ、家族に対して思うことがありすぎて考えすぎてさ、だんだんなんていうかまあ親がこんな思考になったのってもともとはおじいちゃんおばあちゃんが原因だったりするのかとかも考えるようになっちゃって、家族問題って連鎖するじゃない。だからなんかさこの行き場のない気持ちをどうすればいいのか分からなかったの。みんな何かしら家族にさ単純に大好きありがとうって気持ちだけでいる人って少ないんじゃないかなと思うからさ。そうだからとにかく祖父母に会うの怖かったんだよね本当は。でもいざ会ってまあ鹿児島の人だからお酒飲んだら饒舌になるわけで、その酔っ払ったおじいちゃんがさ昔大事件があってそれについて話し始めて、あの時は本当申し訳なかったみたいな。正直私らにとっては大事件だったけど祖父母にとってはそんな大したことない話なんだろうなって思ってたから、突然の語りにめっちゃびっくりしたと同時にやっぱりなんかそうだよなって納得して、家族の面白いところってさありがとう感謝していますここまで育ててくれてって気持ちと、でもあのことは許しませんみたいな気持ちが両立するとこだなって思ってて、そういう関係性って家族以外あんまりない気がしてさ、だから私も相反する気持ちは両立していかないといけないんだなって気づいて付き合っていってる。でそれはもう全世代一緒なんだろうなって思って、なんかすごくハッとしたのがさ急に語っちゃってごめんね。ハッとしたのが私家事の中で掃除機が一番苦手なのね。掃除機をなるべくかけたくなくて、でなんでだろうなって思ったら母が掃除機を家でかけてる時ってなんとなく家の中の空気がピリつく感覚があったのね。だからその時の感覚がフラッシュバックするというか、シンプルにでかい音が苦手だからっていうのもあるんだけど、でそう思ってたらある日母がなんかの話の流れで、母の母私のおばあちゃんが掃除機かける時いつもイライラしててそれが嫌だったって言ってて、その時にやっぱり連鎖してたんだと思って、なんか分かってはいたんだけどそう言われるまでやっぱりこの家族に対する嫌だなって気持ちがさ今芽生えたものな気がしてたんだけど、
ど全然そんなことなかったんだよな。そんなことを考えたりした1年だったね。だからほんと鹿児島行ってすごいすっきりして、なんかすごい音鳴ってるなんか嫌なことされたらさ、嫌なことしてきた相手を完全な悪者にしたくなっちゃうのね。じゃなくてみんな葛藤しつつ今があるというかって思ったね。でもなんか辛くないか、辛くないですか何なんですかこれは。これされて嫌だったって気持ちも大事に抱えつつさ、時間と距離が解決してくれるんだなってようやくねこう実感できたわとか言って家族このチャンネル知ってるんですけどね。終わっちゃった。あとパン切るだけだけど、もうちょっと後で切ろうかな。終わっちゃったよ。飾り付けしようかな。ガーランドってこんな感じなんだ。初めて買った。なんか結構それっぽいな。なんかね、ネタだって分かるようにしたくて、ちょっとネタ感が出るように頑張ってみるね。てなわけでこいらで一旦動画終了しようかなって思うんだけど、まさかの年内最後の動画、全然絵のことやってないね、今さ部屋すっごい汚いんだよ。断捨離進めてて物の全出ししてたらさ、すんごいことになっちゃった。ちょっと待って、アパレルバイトの嫌な記憶が蘇る。そう、作業机の上に全部物置いてて机広いと何でも置いちゃうからな。私冷静に考えてみたら、去年の9月ぐらいに多分動画投稿を始めたから、この2025年丸1年は動画投稿を続けたわけだと思って、なんかすごい嬉しくなっちゃった。あとさ、私思ったけど、待って、めっちゃ綺麗にできた。思ったんだけど、そういえば私もう小学生の頃からインターネットが大好きだったから、インターネットの人になりたいって憧れがあったんだよなって最近思い出して、今慣れてんじゃんって思ってインターネットの住人になれて嬉しいなって思う。歌ってみたとか踊ってみたとかね、そっち系でとか見てていいなって思ってたからさ、まあ踊ってはないんですけど、子供の頃はちゃんとプライバシー守ってたからさ、全然そういうのしなかったんだけど、本当はやりたいって気持ちがあったからさ、なんかその子供の頃の気持ちも成仏できて楽しいしいいなって思ったし、別になんか YouTube やらなくてもこうやって自分のことを客観的に動画に撮ると、なんかね、自分のことを自分だって思わないの。これ私も編集しながらびっくりなんだけど、なんか知らない人が一生懸命喋ってるみたいな、そういう感覚になるというか。そうだから皆さんも洗い物してる時とか洗濯物干してる時とか家事ばっかりなんか動画をね撮ると、自分を一人の人間として見なせるというか、そう思ったりしたんだよね。そんなこんなで来年ものんびり週1投稿をキープし続けたいと思います。可愛くない？いいんじゃないの？じゃあ皆さん、一人でいても人といても人は孤独ですからご安心ください。とにかく年末年始ゆっくりしてね、ゆっくりできたらいいんだけどね。身内。じゃあ本当1年ありがとうございました。じゃあ乾杯。今年もありがとう。ついに始まる年末年始。いただきます。ビールしみる。名探偵津田メルか。じゃあ、じゃあ